自分を喜ばせる人だけが人生を変えられる15の習慣。人生が変わらないのは奇跡が起きなかったからじゃない。日々自分を後回しにしているからだ。幸せになれない人間には共通点がある。それは自分を喜ばせるという最も大事な行動を真っ先に犠牲にしていること。仕事、家族、義務、常識、すべての優先順位に押しつぶされて、気づけば自分という存在が人生から消えていく。だが世界の成功者たちは知っている。人を変えるのは説教ではなく習慣だと。そして人生を変えるのは誰かではなく自分を喜ばせた人間だと。今から紹介するのは科学的に証明された人生を劇的に好転させる15の習慣。どれも今すぐ誰でも始められる。だがそれを実行する人間はほんの一握りだ。この動画を見終わった時、あなたの中にある何かが確実に変わっているはずだ。いや、変わらなければおかしい。なぜならここに詰まっているのは自分の人生をもう一度自分の手に取り戻すための武器だからだ。一つだけ約束してほしい。今からの数分間はスマホを置き、他人のことを忘れろ。この時間だけは徹底的にあなた自身のために使え。人生を変える旅は今ここから始まる。朝の始め方で人生の流れが決まる。朝のたった15分が人生全体の質を左右する。これは精神論ではない。科学と統計が裏付ける明確な事実だ。目覚めてすぐスマホに手を伸ばす。その瞬間、あなたの脳は受け身のモードに切り替わる。通知、ニュース、SNS、外からの情報に翻弄され、心の主導権を奪われていく。それは自分の人生を他人の言葉でスタートさせるようなものだ。逆に朝を自分のために使う人間は違う。深呼吸で体内に新しい空気を入れ、朝日を浴びて体内時計を整える。ほんの数分ストレッチをしながら音楽を流す。それだけでセロトニンが分泌され、脳は前向きな状態へと切り替わる。何をするかは重要じゃない。大事なのは自分の手で自分の一日を始めるという感覚だ。トップクラスの経営者やアスリートの多くは夜明け前に起きている。それは意志の強さの証ではない。朝の時間が最も静かで最も集中でき、最も自分と向き合えるからだ。成功する人間は朝を味方につけている。失敗する人間は朝に振り回されている。たった5分早く目覚めることから始めろ。たった5分自分のために使うだけでいい。その時間が積み重なるほどあなたの人生は自分のものであるという実感で満たされていく。朝を変えれば一日が変わる。一日が変われば人生は確実に動き出す。目標がない人は風に流される葉と同じ。人生に目標がないということは地図を持たずに海に出るのと同じだ。どれだけ頑張ってもどこにもたどり着けない。なぜなら自分の行き先を知らないからだ。目標のない人間はいつも周囲に影響される。誰かの言葉に傷つき、誰かの成功に焦り、誰かの失敗に安堵する。人生の舵が常に他人に握られている。目標は未来の自分からのメッセージだ。そこに向かえと静かに語りかけてくる。人生の北極星だ。逆に目標を持った瞬間から全ての行動に意味が生まれる。無駄に思えた努力にも、通勤途中の読書にも、睡眠時間の管理にも一本の軸が通る。それは自分という存在に輪郭を与える行為でもある。目標がある人間は迷わないのではない。迷いの中でどちらに進むべきかを判断できる。なぜあの人はぶれないのか。なぜあの人は迷っても戻ってこれるのか。それは目標が選択の基準になっているからだ。小さなことでいい。1ヶ月後どんな自分でいたいか。3ヶ月後何ができるようになっていたいか。紙に書いて目につくところに貼れ。毎日1回自分に問え。今日の行動は目標につながっているかと。風に流される葉で終わるか、風を切って進む帆船になるか。その差は目標を持つかどうかにかかっている。感謝できる人は何もない日にも幸せを見出せる。特別なことが起きないと幸せを感じられない人はずっと空っぽの器を抱えて生きることになる。でも感謝を知っている人は違う。雨音に安心を覚え、湯気の立つ味噌汁にほっとして、寝る前の静けさに今日という日の意味を見出す。感謝とは奇跡を待つことじゃない。今あるものの中に奇跡を見つける力だ。目覚ましが鳴って目が覚める。当たり前のように感じるその瞬間も体が動き呼吸ができるというのは命が続いている証拠。それに気づける人は日常の一秒一秒が宝物に変わる。多くの人は足りないものばかり数える。もっと収入があれば、もっと評価されれば、もっと自由があれば。だが感謝する人はすでに持っているものを見つめ直す。両手が使える、目が見える、誰かに名前を呼んでもらえる。それだけでも人生は豊かすぎるほどだ。
そして不思議なことに、感謝を重ねる人ほど人生の流れが良くなる。人に好かれ、信頼され、自然と良い縁に恵まれる。それは今あるものを丁寧に扱う人が未来にも信頼されるからだ。感謝できる人はどんな状況でもゼロで終わらない。それは何もない日にも幸せの種を見つける感性を持っているから。そしてその感性こそが人生に深みを与えてくれる。今日誰かの優しさにありがとうを言ったか、目の前の食事に感謝したか、自分の体によく頑張ったなと声をかけたか。幸せは気づいた人から先に手にする。それが感謝という力の本質だ。学び続ける者だけが時代に取り残されない。どんなに才能があっても、どんなに努力しても、学びを止めた瞬間、人はゆっくりと時代に置いていかれる。なぜならこの世界は昨日の正解が今日の足かせになるほどのスピードで進化しているからだ。かつては安定だった公務員も今では変革の波にさらされている。専門職ですら AI や自動化に席を奪われ始めた。知識やスキルは学んだ瞬間から古くなる。だからこそ学び続ける人間だけが生き残っていく。だがここでいう学びとは資格取得や大学院進学のことではない。日々の気づきに敏感であること、読んだ本の一行に自分の価値観を問い直すこと、人との対話の中に新しい世界を見つけること、それこそが本物の学びだ。学び続ける人間は自分の思い込みに縛られない。こうあるべきに執着せず、今はどうあるべきかを探し続ける。その柔軟さが新しい環境や変化に順応する強さとなる。一方で学ぶことをやめた人は知らぬ間に過去の自分を生きてしまう。成功体験にしがみつき、若者を見下し、変化を拒む。そうやって時代に対して鈍感な存在になっていく。学びは未来に対する準備であり、同時に過去の自分を更新し続ける作業でもある。だからこそ学び続ける人の言葉には深さが宿る。行動には新しさがあり、存在には信頼が集まる。人生を変えるための第一歩は自分は何も知らないと認める勇気だ。そこから学びが始まり、未来が明ける。どんな時代でも輝き続ける人は例外なく今日も新しい自分に出会う準備をしている。脳と心は食べるもので変わる。気分が沈む日には何か理由があるけれど、その原因が昨夜の食事だったと気づく人は少ない。脳と心のコンディションは食べ物の選択に支配されている。つまり食べるものを変えれば思考も感情も変わっていく。例えば糖分の多い加工食品やジャンクフード、その瞬間は満たされても急激な血糖値の乱高下で集中力は落ち、気分は不安定になる。これは気合ではどうにもできない身体の仕組みだ。逆にオメガ3脂肪酸を多く含む魚やナッツ、発酵食品や野菜に含まれる食物繊維は腸内環境を整え、セロトニンという幸せホルモンの分泌を促す。脳と心は腸に育てられている。そう言っても過言ではない。さらに鉄やビタミン B 群が不足するとやる気が出ない、眠れない、イライラするなど自分の性格と思い込んでいた悩みが実は栄養不足の SOS だったと知ることもある。多くの人が成功法や自己啓発を求める。だが本当はその前に血糖値を安定させる方が先だ。栄養が整えば思考はクリアになり、感情は落ち着き、物事の捉え方そのものがポジティブに変わっていく。自分を大切にするとは自分に何を与えるかを見直すことだ。心がささくれているならまず食卓を見てほしい。その皿の上にあなたの未来が乗っている。今に集中することが心の平和の唯一の鍵。過去の後悔にとらわれ未来の不安に飲み込まれる。それが現代人の思考の習慣だ。しかし人生は常に今しか存在しない。今この瞬間に意識を戻せた人だけが心の平和を取り戻していく。呼吸に集中してみてほしい。時計を見ず予定も考えず、ただ息を吸って吐く。それだけで脳のノイズが一つまた一つと消えていく。静寂が訪れたその時、人はようやく自分の声を聞けるようになる。多くの悩みは現実ではなく想像の産物だ。まだ起きていない未来を先回りして心配し、終わった過去を何度も思い出しては自分を責める。でもそのどちらも今この瞬間には存在しない。存在するのは今感じている呼吸、光、音、そして鼓動だけだ。スマホを手放し景色を見て食事の味を感じる。その積み重ねが今を生きる力を育ててくれる。マインドフルネスはスキルではない。人生に真剣に向き合う人の静かな決意だ。思考を止める必要はない。ただ今ここに意識を置く訓練を始めればいい。1日5分でもいい。それだけで心の波は徐々に静まり、平和とは内側から湧き出すものだと知る日が来る。心の嵐を止めようとするより今という一点に怒りを下ろすこと、それが
人生を穏やかに変える最短ルートだ。自分を認められない者に誰も味方しない。自信がないから応援されないと思っていないだろうか。だが真実は逆だ。応援されないのではない。自分自身が最初から自分の味方になっていないのだ。人は自分の中にある価値を無視して生きると、周囲の目を過剰に気にし始める。承認欲求という名の上を抱えながら他人の一言で浮き沈みするようになる。だがそれは人生の主導権を明け渡している状態にたならない。誰かに認めてもらう前にまず自分が自分に OK を出すこと。ダメなところもあるけれど、ここまで生きてきた自分は誇れる。そう言えるかどうかが人生の基盤になる。他人に好かれるための努力より自分に嫌われないように生きる方がはるかに大切だ。どれだけ自己否定を抱えていようと、自分を信じるという選択は今この瞬間からできる。それは慢心ではなく尊厳の回復だ。自分の声に耳を傾け、自分の可能性に敬意を払うこと。それが周囲の人間関係すら変えていく。なぜなら人は無意識に自分をどう扱っているかを他人に伝えてしまう生き物だからだ。自分を大切にしない人は大切にされない。逆に自分を信じて歩く人はその空気だけで信頼を集めていく。自分を信じない者は世界に見放される。だが自分を信じる者には世界が少しずつ扉を開いていく。環境が汚れていると人生まで曇る。部屋の散らかりは心の散らかりと比例する。目に入るものすべてが私たちの思考と感情に無言の指示を与えている。ゴミが放置された机、積まれたままの読まない本、片付ける気力を失った空間で人は思考を曇らせ意欲を奪われていく。汚れた環境に身を置くというのはどうでもいい自分として生きるという選択だ。空間はあなたが自分をどう扱っているかの鏡だ。整えられた部屋には整った心が宿る。逆に乱れた空間には無意識の諦めが積もっていく。人生を変えたければまず空間を変えることだ。掃除はただの家事ではない。それは自分の意識と未来に対する宣言だ。私はこれからの人生を丁寧に扱うと行動で示す第一歩。整理された環境に身を置くと頭がクリアになり行動力が増す。朝起きてカーテンを開け光が差し込む部屋に立てばそれだけで未来が見える気がしてくる。逆に散らかったままの部屋では前に進む力が湧かない。私たちは思っている以上に環境の影響を受けている。そしてその影響を受け続けることを許しているのも自分だ。自分を整えたければまず自分の外側から始めること。人生は空間を整えたものから動き出す。時間の余裕は心の余裕を生む最強の武器。遅刻ギリギリで家を飛び出す朝、焦って食事を書き込み信号待ちで舌打ちしながら駅へ向かう。そんな状態で一日を始めれば思考も感情もすでに追い詰められている。時間のない人間に冷静な判断も温かな気配りもできるはずがない。時間とは単なる数字ではない。それは心のスペースであり人間性の余白でもある。1時間早く起きるだけで人生は別物になる。余裕が生まれると人は初めて自分の感情に気づける。周囲に丁寧に接する余裕も生まれ行動にも品格が宿る。時間に追われる人生は自分の人生を誰かに奪われているのと同じだ。他人の都合で動きタスクに流されやるべきことばかりに縛られる。だが時間の主導権を取り戻すことで人は人生の舵を握ることができる。余裕のある人ほど決断が早くトラブルにも冷静に対処する。未来を設計できるのは今に余裕があるものだけだ。時間を制する者が感情を制し人生を整える。スマホを閉じ5分の静けさを味わう。スケジュールに空白を作る。それだけで人生の密度は変わる。時間の余裕こそが心の健康と直結していることを私たちは忘れてはならない。心にゆとりがないときまず見直すべきは時間の使い方だ。脳が喜ぶのはいつも新しい何かだ。同じ通勤路、同じ昼食、同じ会話、毎日がコピーのように過ぎていくとき脳は静かに萎縮していく。退屈は心を鈍らせ思考の視野を狭くする。その一方で人間の脳は未知に触れた瞬間に目覚める。新しい景色、新しい挑戦、新しい気づき。脳はそれらに触れるたびに快楽物質を放出し活性化していく。旅に出ると感覚が研ぎ澄まされるのはなぜか。それは全てが初めてだからだ。味も匂いも道の形も人の雰囲気も予測不能で新しい。その刺激が脳を拡張させ心を躍らせる。だが旅に出なくても新しさは日常に潜んでいる。初めてのカフェに入ってみる。読んだことのないジャンルの本を手に取る。苦手だった人に
あえて話しかけてみる。その一歩一歩が脳の回路を自分という存在の枠を広げていく。脳は変化を恐れるが同時にそれを求めている。安心ばかりの毎日は脳にとっては眠りだ。リスクのない日々に成長も進化も生まれない。新しい何かを始めるとき人は必ず戸惑う。だがその違和感こそがあなたの可能性の扉だ。脳が震える瞬間をもっと日常に増やしていこう。それが人生を鮮やかに塗り替える唯一の方法なのだから。休む者だけが走り続けられる。頑張り続けることが美徳とされるこの時代、止まることに罪悪感を抱く人があまりにも多い。だが真実は逆だ。走り続けたいなら立ち止まらなければならない。エネルギーを使い果たしてなお前に進む者はやがて自分の人生から脱線していく。休むとは怠けることではない。それは脳と心のメンテナンスだ。ハードワークの後に訪れる静寂こそ創造性の源になる。筋肉が成長するのは鍛えている時ではない。回復している時にこそ強さが宿る。同じように心もまた余白の中で整う。忙しさの中では見えなかった違和感や無理していた自分の姿が休息の中で浮かび上がる。自分を立て直す時間を持つ者だけが人生の長距離レースを走り抜けることができる。止まる勇気をもと。その勇気が自分を守り明日へとつなぐ。燃え尽きる者は走り続けたからではない。止まり方を知らなかったからだ。頑張ることが習慣なら休むことも習慣にせよ。深呼吸し空を見上げ何もせずにいる時間を人生の一部に取り戻す。その静けさの中にこそあなたの本当の強さが宿っている。夜を制した者が朝を制し人生を制す。夜の使い方は人生の質を決める。人は夜になると思考が鈍り自制心が緩む。だからこそこの時間帯をどう過ごすかが明日の自分を決定づける。夜更かしやスマホ付けはたった一晩でも意志力と判断力を蝕む。その影響は確実に朝へと波及する。夜に自分を律せる者は朝に遅れを取らない。そして朝を制した者は人生の主導権を握る。静かな夜にこそ自分と向き合う時間を作るべきだ。昼間に押し流された感情や雑念を整理するのはこの時間しかない。寝る前の30分脳は記憶の扉を開き潜在意識へと言葉を落とし込む。だからこそ何を考えながら眠りにつくかが明日の感情のトーンを左右する。不安と共に眠れば不安が染み込み希望と共に眠れば未来が明ける。夜は脳にとってプログラミングの時間でもある。眠りとは一日の終わりではなく次の始まりだ。その始まりをどんな状態で迎えるかで一日が変わる。睡眠を軽視する者は自分の人生に背を向けているのと同じ。休息は贅沢ではない戦略である。夜を制する者こそ朝の静けさを武器にできる。そしてそのリズムを手にした者だけが人生を自分の足で歩いていけるのだ。人間関係は小さな優しさで劇的に変わる。人間関係を変えようと思った時多くの人は相手を変えようとする。けれど実際に人の心を動かすのは決して大きな説得や強い言葉ではない。たった一言の気遣い、何気ないタイミングでのありがとう、さりげなく手を差し伸べる姿勢、そのほんの少しの優しさが人間関係の流れを根底から変えてしまう。優しさは伝える側にとっては小さなことでも受け取った側にとってはその日一日を支える光になることがある。忙しさに心を奪われているとそうした小さな行動は後回しになりがちだ。けれど人と人のつながりは細くてもろい糸のようなもの。その糸を太く温かく保ち続けるのは日々の小さな気配りしかない。誰かの話に目を見てうなずくこと、感謝をきちんと言葉にすること、相手の立場になってほんの一瞬想像してみること、それだけで空気は変わる。距離は縮まる。多くの誤解や衝突は伝えなかった優しさが原因で起こる。だからこそ先に与える、惜しまず届ける、見返りを求めずただ温かさを渡す。すると驚くほど自然に相手の態度も変わっていく。人間関係は劇的な努力で変えるものじゃない。静かな優しさの積み重ねが関係を再生し人生の景色までも変えていく。セルフケアは成功者の義務である。結果を出す人ほど自分を甘やかしているように見えない。むしろ限界まで努力しギリギリのところで踏ん張るイメージがある。だが本当の成功者は意識的に自分を大切にする時間を持っている。それは贅沢ではない義務だ。セルフケアを怠る人間は長期的に戦うことができない。疲弊した頭では鋭い判断もできない。張り詰めた心では誰かに優しくする余裕もなくなる。無理を続けた先にあるのは燃え尽きる未来だけだ。だからこそ心と体を整えることは
成功を継続する者にとっての責任なのである。本を読む、静かに散歩する、深呼吸する、よく眠る、その一つ一つが次の勝負の土台になる。ボロボロのまま走り続けることを努力と呼ぶ時代はもう終わった。今は自分を知り、自分に投資する者だけが結果を積み上げる時代だ。本気で前進したいなら自分を置き去りにしてはいけない。他人への配慮と同じ熱量で自分にも優しくあるべきだ。心が冷えたままではどれほどの知識やスキルを持っていても機能しない。だからこそセルフケアは全力で走る者の義務であり、武器であり、支柱である。本気の挑戦には本気の休息がいる。成功者とは自分のコンディションを冷静に管理できる者のことなのだ。ポジティブな人は脳の習慣が違うだけ。いつも前向きな人が特別な才能を持っているとは限らない。彼らはただ脳の使い方を知っている。脳は習慣の生き物だ。ポジティブ思考は性格ではなく脳の選択癖に過ぎない。つまり誰でも鍛えることができるスキルなのだ。脳にはネガティブな情報を優先的に記憶する性質がある。それは危険を回避するために必要だった名残だ。だが現代ではそれが不要な不安や過剰な自己否定を。ポジティブな人はそのメカニズムを理解している。だから意識的に良い面にフォーカスする訓練を欠かさない。成功した瞬間を思い出す。感謝したい人の顔を浮かべる。今日うまくいったことをノートに書く。こうした行動は脳内の報酬系を活性化し、前向きな回路を太くする。何気ない習慣の積み重ねが前向きな性格という幻想を生む。不幸を嘆く人と希望を語る人の違いは脳のスイッチの入れ方にある。現実をどう解釈するかは日々の脳の癖によって決まってくる。だからこそ自分の思考の習慣を点検しなければならない。意識的に感謝し、称え、前を向く。それが未来の自分を作っていく。ポジティブでいることは根拠のない楽観ではない。脳の設計図を自ら書き換えることなのだ。人生は習慣の積み木でできている。人生を劇的に変える方法は決して大げさなことではない。小さな習慣の一つ一つが静かに未来を形作っていく。目立たない日々の選択がやがて信じられないほど大きな差を生む。目標がある者は道を迷わない。感謝できる者は今日を喜べる。学ぶ者は時代とともに進化し、環境を整えた者は心までも整っていく。食べ方一つで心が変わる。時間の使い方一つで人生が変わる。今に集中し、夜を味方につけ、自分を認め、他人を大切にする。その全てがあなたの明日を裏切らない。幸せになる人には共通点がある。それは習慣を選び直しているということ。言い訳ではなく行動、後悔ではなく挑戦、他人ではなく自分自身にフォーカスを。この瞬間からでも遅くない。今一つだけでもいい。新しい習慣を始めることだ。それはあなたの人生の軌道を確実に変える最初の一手になる。習慣は裏切らない。変わるのはいつだって今この瞬間からだ。